そういえば青柳君って妙に天馬君に懐いてるみたいだね。はい、幼い頃からお世話になっているので、一緒に遊んでくださったり悩みを聞いてくださったり、俺にとって司先輩は兄に近い存在かもしれません。へえ、いいよね、そういう兄弟みたいな関係って。瀬名さんにもそういう方がいらっしゃるんですか？うん、弟みたいに可愛がってる子がいるんだ。そうなんですか。瀬名さんのような親切で頼りがいのあるお兄さんがいたら、きっと心強いでしょうね。まあそうだよね。だからこれからもたまに面倒を見てあげるつもり。おお、アキトではないか。面倒な人たちに見つかった。今日は一緒に頑張ろう、東雲くん。培ってきたものが違うからこそ、俺たちがパワーを集結させればビッグバンを起こせるはずだ。そして銀河の星々に負けない輝きを放とうではないか。はあはあはあ。テンション高すぎんだろ。司先輩が2人に増えたみてえだ。どうしたアキト、浮かない顔をしているな。何？大丈夫か東雲くん、もしかして体調が悪いのか？いえ、大丈夫っす。あんたらのせいだって言いたいとこだが、なんだかんだ面倒見いいとこまで似てんだな。へえ、ルイ君たちは VR を役作りに生かしたことがあるんだ。はい、ファンタジーの作品であっても VR を用いれば登場人物の置かれた環境を疑似体験できますから。なるほど。僕たちスイッチも VR は積極的に取り入れてるけど、そういう使い道もあるんだね。話を聞かせてくれてありがとう。いいえ、こちらこそ VR 空間でのステージ演出のお話、とても興味深かったです。どうしたのかな、ルイ君。いえ、大したことではないんですが、高崎さんは独特な話し方をされるなと思いまして。ああ、この語尾のことだね。独特の抑揚で喋り、真意を隠すことで意識し心を込めた発言には言霊が宿る。まさに魔法の言葉なのさ。なるほど、言葉を意図的に印象づけるとは面白い技術ですね。舞台の演出にも役立ちそうです。君は何でもショーに結びつけてしまうね。俺としたことが何もないところでつまずいてしまうとは。いや、何もなくはないみたいだよ。ほら、靴紐が切れてる。あ、本当だ。本番前に縁起が悪いな。最近は逆に良い変化の前触れなんて説もあるみたいだけど、気になるなら僕が司くんの運勢を占ってあげようか。坂崎さん、占いができるんですか？僕はアイドルであると同時に占い師でもあるからね。さあ、この水晶玉を覗いてみてくれる？一体どこから水晶玉を？この陰影はかなり不吉な兆候だね。何をしてもうまくいかない。数十年に一度の厄日と出ている。何？よりによってそんな日と本番が重なってしまうとは。おっと、僕の勘違いだったみたい。やっぱり幸運のお告げかも。どっちなんですか？ごめんね。
いい反応をしてくれるからちょっとからかっちゃった。司くんの運勢はこれ以上ないくらい良好だよ。僕の占いは当たるからね。ステージの成功は約束されたも同然だ。おお、天も俺たちの晴れ舞台を祝福しているようですね。ならば堂々と練習の成果を披露するだけだな。はあはは魔法が効きやすい子だね、司くんは。東雲くん、さざ波さん、2人に頼みたいことがあるんですが。嫌です。そうっすね。これはなんか悪巧みしてるっぽい顔だ。おや、東雲くんはともかくさざ波さんにまでそう言われてしまうとは。エレンにも真意を笑顔で隠すやつがいるんで、そういう顔が一番おっかないって知ってるんですよ。とんでもない。僕は単に演出の実験に付き合っていただきたいだけですよ。舞台セットを利用してお二人の登場シーンをもっと派手に印象付けられないか試したいんです。なんだ、そういうことならもっと普通に頼んでくれたらよかったのに。いや、安請けはやめた方がいいっすよ。この人どんなぶっ飛んだ演出を考えてるかわからないんで。え？二人の運動神経なら問題なくできるものだし、安全面も保証しますよ。ぶっ飛んでんのは否定しないんすね。でもまあ、ステージの完成度を上げるためなら喜んで協力しますよ。本当に大丈夫なんだろうな。もちろんだよ。では行きましょうか。瀬名さん、俺の顔に何かついていますか？青柳くん、スタイルいいし顔も整ってるから磨けば絶対光ると思うんだよね。何より礼儀正しくて教えがいがありそうだしね。え、昨日は断られちゃったけど、やっぱりモデルに興味ない？そう言っていただけるのは光栄ですが、今は歌に集中したいんです。まあそうだよね。青柳くんは歌の才能もありそうだし、一緒に歌ってて感じたけど、すごく耳がいいしセンスもあるよね。音楽やって長いの？あ、はい。今はストリートですが、幼い頃は父に教わってクラシックをしていました。英才教育ってやつ？でも形は変わってもそんなに長く続けてるってことは本当に好きなんだね、音楽。そうですね。今は何よりも大切なものです。じゃあなおさら諦めるしかないか。瀬名さんって海外でもモデルの活動をしてるんですよね。うん、むしろモデルの活動はそっちが中心かな。今はフィレンツェを拠点に本場で足場を固めてるとこ。へえ、すごいっすね。まあまだ褒められるほどの業績は上げられてないんだけどね。でも俺が世界で一番綺麗だって世界中に認めさせるまで食らいつくつもり。世界で一番か。この人も本気で目指して努力してんだな。ああ、そういえば東雲くんたちも世界を取るのが目標なんだっけ？じゃあいつかお互い世界のてっぺんに立って会えるといいね。はい。コラボステージの内容が決まったのは昨日なのに、1日で演出を仕上げてしまうなんて、さすがですね。ああ、清掃館に戻った後も遅くまで坂崎さんと演出案をブラッシュアップしたり、舞台装置をいじったりしていたからね。そうだったんですね。ショーに真剣に向き合う姿勢はさすがだと思いますが。
無理はなさってませんか？仮眠は取ったから大丈夫だよ。同じユニットの青葉紬先輩がわざわざちゃんと寝てるか様子を見に来たからね。いつまでも子供扱いが抜けないんだ、あの人。徹夜には慣れてるのにいい迷惑だよ。きっと心配しているんだと思います。俺も作曲に集中しすぎて徹夜を続けたことがあるんですが、アキトたちをとても心配させてしまったので。へえ、青柳くんにもそういった経験があるんだね。はい。だから徹夜してしまう気持ちもわかりますが、仲間のためにも今は気をつけるようにしています。そうだね。僕よりよっぽど徹夜しがちな先輩はともかく、大事な後輩の空に心配をかけるわけにはいかないし、僕もほどほどにしておこうかな。やるな天馬くん。森沢さんこそまさかかっこいいポーズ対決がここまで長引くとは。俺も日々戦隊ヒーロー風のかっこいいポーズを研究しているからな。なるほど、道理でどのポーズもクオリティが高いはずですね。ありがとう。だが天馬くんのポーズも独創性があって素晴らしかったぞ。そうだ、2人で力を合わせればとてつもなくかっこいいポーズを生み出せるんじゃないか。確かに。では共に最強にかっこいいポーズを考えましょう。トウヤ、突然だが何か悩んでいることはないか？悩みですか？そうですね。悩みというほどではないのですが、普段と異なるジャンルのステージなので少し肩に力が入っているかもしれません。そうか、ならば俺たちに任せてくれ。え？とう、赤い炎は正義の証。真っ赤に燃える命の太陽、流星レッド森沢千秋。輝くオーラはスターの証。空に輝く一等星、天かけるペガサス天馬司。これは一体。先ほど森沢さんと一緒にヒーロー風の向上を考えてな、披露する機会を探していたんだ。さあ、名乗ったからにはヒーローらしくトウヤの力になるぞ。ふむ、しかしどうやって青柳くんの緊張をほぐそうか。ありがとうございます。今ので十分気分が和らぎました。今朝はランニング付き合ってくれてありがとうございます。アンサンブルスクエア周辺の走りやすい道とか案内してくれて助かりました。いえいえ、俺もちょうど体を動かしたかったんで、たまには誰かと話しながら走るのもいいもんすね。新鮮で楽しかったです。なら良かったです。さざ波さんもよく朝走ってるんですか？はい、メアリ清掃館でおひいさんと飼ってる犬の散歩ついでに。犬？清掃館って俺たちが泊めてもらってる寮っすよね。そうそう、他にも犬飼ってる人が何人かいるんで、犬は結構見かけますね。マジか、警戒しとかねえとな。あ、そうだ、よかったら東雲くんもメアリに会ってみます？毛がふさふさしてて可愛いっすよ。考えときます。この屋台飯うまいな。
後で東野にも教えとくか。本当に仲がいいですよね、東雲くんと青柳くん。まあ東野とはずっと一緒に歌ってきたんで仲はいいと思います。ただ勉強サボると人が変わったみたいに厳しくなるんすよね、あいつ。まあそれで迷惑かけたこともあるんで何も言えないんですけど。ああ、わかりますよ、その気持ち。俺も小さい頃から稽古ばっかりしてきて学がないんで。でも今はもうちょっと勉強しときゃよかったって思うこともありますね。そうなんすか？はい、前に仕事でクイズ番組に出たんすけど、都道府県の名前を挙げる簡単な問題も少ししか答えられなくて、視聴者に笑われるし仲間にもいじられるしでちょっと恥ずかしかったんですよ。まあ見てくれたファンの皆さんに楽しんでもらえたならいいんすけどね。アイドルの仕事も大変っすね。おお、天馬くんはアクションが中心の舞台にも出たことがあるのか。俺もスタントマンの仕事をしたことがあるからアクションは得意なんだ。よければ2人の必殺技を考えてみないか？いいですね。俺たちにふさわしい華々しく輝かしい連携技を生み出しましょう。なんだか森沢先輩と司くんは仲のいい兄弟のようだね。似た者同士というか。それは嬉しいな。天馬くんとは初めて会った時から波長が合うのを感じていたんだ。司くんも森沢さんと共鳴してか、いつも以上に動きと声が大きくなっていますしね。そうか。だがルイも坂崎さんと演出の話をしている時はいつになくはしゃいでいるようだったぞ。おや、そうかい？そういえば坂崎も普段は難しそうな顔をしていることが多いが、年相応に楽しんでいるように見えたな。余計なお世話だよ。ですが演出について意見を言い合える相手ができたのは思ってもない幸運でした。いい仲間と巡り会えたことだし、この絆を力に変えて本番は頑張ろいろんなジャンルの音楽や料理を楽しめるという趣旨のフェスだとは聞いていましたが、本当に様々な料理の屋台が出ていますね。うん、いろんな国や地域の料理が集まってるみたいだね。このエビシューマイとかは俺もちょっと気になるかも。あの屋台の近くにいるのは。お疲れ様です、司先輩。天馬くんを呼んだのか。ナイツにも司って名前の子がいるからつい反応しちゃった。なあ、周防司さんのことですよね。確か俺と同い年にしてナイツのリーダーだという。まあ天馬くんとは全然タイプが違うけどね。頑張り屋なところは似てるけど、生意気なくせして人間無礼なくらいかしこまった喋り方するし、無駄に横文字ばっか使うしさ。誰かを褒めるときわざわざマーベラスとか言ったりして。それはどのように使うのかあまり想像がつきませんね。こんな感じか。さすがセナさんとトウヤはいい歌を歌いますね。マーベラス。すっごいカタカナ英語。やっぱり全然タイプが違うよね。例の爆発魔法、呪文を唱えるのが楽しみだね。はい、劇的な爆発を起こしましょう。なんすかその物騒な会話。おや、
爆発魔法に興味があるのかな？それなら東雲くんが一人目の体験者になってみるかい？断る。残念。でも実際僕たちの得意領域を掛け合わせたおかげでいい演出になりそうだね、この魔法は。はい、リハーサルでお披露目する予定だから東雲くんも楽しみにしていてほしいな。へえ、そこまで言うなら期待しときます。今日はよろしくお願いします。2人とも一緒にいいステージにしましょう。ああ、はい。こちらこそよろしくお願いします。さざ波さん、ずっと気になっていたんですが、自分の方が後輩なので敬語は使わずフランクに接してもらって大丈夫ですよ。いやー、気持ちは嬉しいんすけど、こっちの方が慣れちまってるんですよね。黎明学園は上下関係が厳しかったんで、敬語で話すのが癖になってて、業界的にもそういうの気にする人多いっすから。なるほど、未来のスターを目指すなら俺もいずれは芸能界に身を置くことになるかもしれん。見習わねばな。そういえばアキトたちのところはアーティスト同士で上下関係はないのか？まあ多少はありますけど、そこまでガチガチじゃないっすね。一緒に歌う以上は対等な関係でありたいんで。ああ、その意識はわかります。舞台の上では上とか下とか関係なく、純粋にパフォーマンスで競い合いたいですよね。こうして話してみると、界隈によってそれぞれのスタイルがあって面白いっすね。そういえば今朝食堂で上白先輩の姿を見かけませんでしたね。ああ、舞台に使う機材の点検をしていたんだ。昨日も一通り確認はしたけど、万全を期すに越したことはないだろうからね。入念に準備するのはいい心がけだと思うけど、ちゃんと朝食はとったの？はい、バランス栄養食を。はあ？そんなの食べたうちに入らないんだけど。体のコンディションを整えるのも立派な準備でしょ。ご心配ありがとうございます。ですが一食に必要な栄養素は入っているので問題ないかと。口答えしない。特に本番前はちゃんとカロリーを摂取しないとエネルギー切れを起こすよ。確かにおっしゃる通りですね。では昼食は3人で一緒に食べませんか？ちょうどお昼時ですし、屋台もたくさん出ているので。まあ俺は構わないけど、栄養が偏らないように俺が選んであげるから感謝しなよ、上白くん。やはり世良さんは面倒見がいいな。よいしょっと。念のためゾンビロボを持ってきておいて正解だったな。衣装を着せれば通行人や徴収役としても使えるからね。あとは帽子で顔を隠せば。お前森沢さん、この反応もしかして。おや、まさか見えてしまいましたか？では本当に？冗談です。舞台に使うロボットですよ。なんだ、脅かさないでくれ。心臓が飛び出るかと思ったぞ。すみません、つい。ヒーローにも弱点があるんですね。ああ、不甲斐ないがお化けとナスだけは苦手なんだ。子供たちをがっかりさせるわけにはいかないし、このことは内緒にしておいてくれないか。わかりました。
演者からも見えないように、もっとしっかりゾンビの顔を隠す必要がありそうだね。屋台でヒーローのお面を買っておこうかな。さざ波さん、リハの時試したい歌い方があるんですけど、相談乗ってもらってもいいですか？はい、もちろんです。瀬名さん、よろしければ後でサビの振りを見ていただいてもいいでしょうか？控え室に移動したらね。そっちもですか。東雲くんも青柳くんも本当にストイックですね。一緒にいると刺激をもらえるし、本当にコラボできてよかったです。比較的礼儀正しくてステージへの意識が高いからストレスなく過ごせるしね。俺も2人には色々と学ばせてもらってます。はい。それだけに本番を迎えるのが名残惜しくもありますが。本番が終わったらそれきりなんて随分不義理な物言いだね。っていうか今から終わった後のことを話しても仕方がないでしょ。確かにステージはまだこれからっすもんね。今日は俺たちだからこそできる最高のステージにしましょう。はい。そういえば昨日のステージでワンダーランズショータイムがショーをしている時、着ぐるみが風船を配っていたんだが、天馬くん、あのペンギンのような着ぐるみは何だったんだ？それはフェニックスワンダーランドのマスコットキャラフェニーくんですね。今回はフェニックスワンダーランドの依頼でショーをしたので、フェニーくんも会場に出張していたのだと思います。なるほど。実は流星隊にゆるい感じのキャラクターが好きなメンバーがいるから気になっていたんだ。でしたらぜひフェニックスワンダーランドに遊びに来てください。様々な色のフェニーくんが園内を歩いていますし、握手もできるのできっと楽しめると思います。おお、いろいろな色があるなら流星隊カラーのフェニーくんにも会えるかもしれないな。遊園地でヒーローショーをしたことがあるから好きなメンバーも多いし、今度みんなで遊びに行こう。はい、その時は俺が最高に楽しめるコースを提案しましょう。そういえば坂崎さんは演出で使う薬品の材料に植物を使っていましたよね。どこで調達しているんですか？ハーブなんかは自分で育てているよ。 ES の寮にガーデニングをするサークルがあってね、施設内の庭を使わせてもらってるんだ。なるほど。僕も緑化委員として学校の花を育てているので少し親近感が湧きます。そうなんだ。まああのサークルは観賞用の植物だけでなく野菜も育ててるから少し毛色が違いそうだけど。僕は野菜も観賞用の植物だと思っていますけどね。野菜が観賞用。ああ、もしかして野菜は食べない、いや食べられないのかな。大人びて見えるけど案外子供っぽいところもあるんだね。それを言うなら坂崎さんもあえて大人びた言動をとっている節があるような。何か言いたいことでも？いえ、何も。お、他の出演者が野外ステージでリハしてるみたいっすね。しかもこの曲、青柳くんたちが歌ってる曲と雰囲気が似てませんか？そうですね。俺たちと同じストリート系の曲なので共通する部分があります。やっぱり俺うちがちょっと特殊だったんでアイドル以外の音楽にはあんまり触れてこなかったんですけど、青柳くんたちが真剣にやってる理由がわかる気がします。お互いの気持ちをぶつけ合って戦って高め合って、いいっすね、こういう音楽も。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。俺も
昨日さざ波さんたちエデンの力強い曲やパフォーマンスに圧倒されて、皆さんのような表現をもっと勉強したいと思いました。本当ですか？それなら俺でよければいろいろ教えますよ。代わりに青柳くんもそっちの音楽のこと聞かせてください。はい、ぜひ。